これが今回広塚から発売するようになりました。ドリフトカー、SNRC の何ですかこれ。何ですかこれ、覚えといてな。DRR01 です。01ですかね。DRR01。あれドリフトって好きじゃないって言ってたよね。うん、そんなことないのよね。そのドリフトっていうのはもう昔から私は好きで、昔はドリフトっていう言葉がなかったんですけど、こう滑らしてね、で雪が降ったらもういつもこう山へ行ってやるドリフト走行を楽しんでたんですね、実写で。実写でね。ただラジコンやりだしてからドリフトっていうのが流行しだしてきて、これ実写の競技から始まっていくと、こうどんどんこう自分のこうポリシーから外れていくっていうかね。でその当時は実写の結構 D1 ですか入ってきた。 D1 ね。私も見に行ったこと D1 知ってる。行ったことありますよ。D1 グランプリある見に行ったこと。どこだっけ、ほらお台場。お台場で見に行って、でもその時は全然面白くなかったってはっきり言って、それからもう何年なのかな、これ20年近くなのかな。おかげさまでね、結構T3M とかツーリンカーが、最近売れ出したのでね、でこんなドリフトはどうだっていうのでこう提案されて車を送られてきて、これ見て正直びっくりしたんですよね。だいぶ違うよね、グリップと。だいぶどころかね、全く違う。全くコンセプトが違うね。コンセプトが違うね。まずこの打楽ね、何これと。これね。で、しかも肉。で、リアモーター。ベルトドライブ。何をとっても、全然自分とはもう全くの別世界の車だよね。自分はやっぱりメカニックとしてやってきたんで、そのメカだけ見たときに、この打楽、またいろんな装備。これはっきり言ってレーシングカーよりもっと凝ってるよね、今のね。今回、販売することもそうだけど、自分で一回挑戦してみる。始める、ドリフト。今はジャイロを積むのが基本なので、もっと簡単にステアリング操作勝手にやってくれるので、あれよりも簡単だと思う。でもね、それもね、はっきりとして面白くないと。ジャイロなしでやる？いや、まずはね、まずはジャイロなし。そのジャイロを借りてね、掃除するんだったら自分で掃除した方がいい。ジャイロなしで1年ぐらいやったら走れるようになるかもしれんない。いや、分からんけどね。でもやっぱり基本はね、やっぱり自分の操作してドリフトっていうのはカウンター当ててパワーをかけてカウンターでに回ると、これ基本なんでね。いや、しっかりこれ録音しておきましょう。だからね、多分コメントはかっこいいよな。何ヶ月か後にはごめん、当たり前、ジャイロ積んでくださいっていう。当たり前とかなるかも。でもね、もし車をこう改造したり作ったりできる機会があれば、ちょっと何か新しいアイデアを入れてみたいなと。だから私T3M で魅力を感じたのはカーボンなしね、あれも新しいコンセプトであって、それが入れ替わるか別にして、一つはやっぱり自分自身は、興味を持って、この車をベースにして、ドリフトっていうものを再認識したいと。面白さの追求っていうかね、私はそういう今グリップ中心にしている人たちにそのドリフトの面白さを教えられたらいいかなと。何が面白いのかをそのために知ろうと。まず自分でね、私もどちらかというとみんなと同じ考えで、いわゆるグリップ派なんで、ドリフトなんてって言ってた口なんでね今もそうなんですよ、まだね。ただ実際やって、この車を見てここまでのことをやる。これすごいよね、機能というか、使ってるパーツというかこだわりというか。だからこれが無駄なのか必要なのか、まずそこからね、そういうことで私はちょっとドリフトに首を突っ込んでいます。ということは自分でも走らせるってこと？もちろんそうです。私も根っからのマニアなんでね。それで
ここに2台ある、そして1台僕の前にあるってことは僕も始めるってことで当然ですよね。あなた何をね、何にも分かんないんで、2人でやるってことね。もちろん最初は教えてください。はい、これあれ赤と黒とは2種類あるってこと、車が。まあ基本ベースは一緒なんで色の違いだけなんでね。私は赤を選びたいと思ってます。なんで赤がいいの？ああで、そうそうそう、もうね、ドリフトってこういうところポイントね。見た目重視ね。だからね、それは私もわかる。分かるんで、だからあえてレーシングだったら黒を選びます。もう十分なドリフトファンのセンスありますね。だからボディだってなんかね、ボディね、どうするかね。私ねちょっと一つ考えがあって、まあくれというわけにいかないんで、まあいらないボディがあってほしいんですけど、まあそれを提供してもらうのもあるけれど、一つ我々のサイトを利用してね、宣伝してもらったとか。宣伝してもらう。だからほらボディに自信のある人いるじゃないですか。いる。でそういう人たちがこう発表の場ってないね。まあ少ないね。それをもっと一般の人に見てほしいと。はい、そういう時は我々を利用してもらって。なるほど。でそうすればその人のそのコンセプトとかいろんなものを出して、私たちのその SNS で発信します。宣伝のお手伝いをしますよ。そうそうそう。はい、その代わりにそれを、見せてくださいと。提供してください。で別にいいものは重宝させたりしませんから、ただその中で2級品3級品があれば提供してもらえば私たちがつけて壊してしまいますと。そうか、じゃあ僕はいいものをつけないですよね。僕いいものをつけて走ります。僕ぶつけないんで。こちらは私はもういらないよというものがあって、でも派手派手で面白いよっていうものがあれば提供してもらったら、それはいいですね。お互いにいいよね。そうで、それももちろんちゃんと誰それさんの作品ですと、そういうものをネット、フェイスブックやホームページとかで紹介させてもらう。だからそういう面でちょっとこう逆に我々も利用してもらったら面白いかなと。せっかくなんでどんなボディが好みなの？なんかかっこいいとか派手なのとか言ってたよね。派手であれば何でもいい。派手でやればいい。別に走りがどうのこうのとか、私は初心者なんで、やっぱりこう目的考えればコンセプトね、あれ考えればやっぱり派手な方がいい。何色がいいとか。私は大体基本的にオレンジ系と白オレンジをベースにしてるんでね、だからまあそれはいいけど、別に赤でも黒でも白でも何でも構わないんでね、一目でパッと分かるようなね。で僕もちょっとついでに好み言わせてもらっていいですか。僕はかっこいいボディでパキンとこう曲がってくるようなこうシェイプで、でやっぱり目立つのがいいですね。で色の希望はなんか言うてる贅沢ね。まあダメ元でね、言うだけはただちょっとグリーンベースが僕の基本なので、まあそういうので誰か作ってもらうか、もしくは持ってる人がいたらここにつけて走らせてみたいなと思います。まあ私もね、どちらかというと外車系がいいね。外車ね。外車でどちらかっていうと、まあ自分の感覚です。だんだん贅沢になって。それだとやっぱりこう似合うのはアメ車かなと思うんだね。でも派手さに関しては、まあレースのね、インディにしろ何しろ派手をね、余ってるボディがあればぜひ提供してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかボディを提供してもらうためにずっと語ってきたみたいな、そんな内容ですね。まあそれにあといろんなものが必要なんでね。楽しみね、なんかいろいろこう作ってゼロから始めるっていうのはね。だからね、なんかね、本当にこう初心に戻ってラジコン始められるっていう感じがするんでね、ちょっとある意味ワクワクしてるんですよ。もうこの車そのものももう来週からもう近日発売しますけれど、だからぜひこうちょっと一緒にやってみようという人もやってもらったら、いろんなこう意見交換とかねできると思うんで、ぜひね皆さんもこう一緒にやってみようと。ただもう単独でやるのはお互いに寂しいですから、私もそういう初心者仲間でね
一緒にやっていきたいと、そういうことですので、ぜひよろしくお願いいたします。これで終わるの？ちょっと説明しようかな、せっかくやし。そうね。発売に先立ちまして、ドリフトを見たことない人にはちょっとびっくりするようなこの機構がついてます。まずこの打角なんですか、これね。こんだけ打角を取ってるということはこれ必要なんでしょうね、多分ね。でこのアームね、これ打角を取るために必要なんでしょうね。駆動リアモーターですから、普通はモーターここに来るわけですよね。ベルト使ってるんですよね。こんなのあるの？あんまりベルトを使ってる肉のドリフトって見ないね。ただやってないんで何とも言えないですけど、音が静かになるそうなのと、あとグリップでもそうなんですけど、ベルトを使った時とギアを使った時の違いは加速感が違うので、ベルトの方がマイルドに出ていくので、ドリフトってすごくそれが大事で、タイヤがすごく滑っているのに前に出る方が速く走れるので、そういうところには有利なのかもしれないですね。だからこの辺のマウントとかはこれ T3M と共通ですよね。一緒。ダンパーは例のこの筒抜けダンパーね。これなんで後ろにこんな逆に前みたいに見えるよね。グリップがパッと見て私最初はこう前かなと思って、バンパーに見えるよね。なんか FF かなと思って違うと。でもこれこっち向き走らせて FF にしたら面白いかもしれないというバカな発想をしてる。そうね。FF だね。これフロントのバンパーとリアのバンパー一緒？これは一緒みたいな。ということはこのバンパーはどっちにもつくってことね。面白いのを発見しました。見えるかな、これ。なんか書いてあるね。なんか書いてあるよ。D1 SNRC DRR01 掘ってやるね。掘ってあるのよ、これ。これレーシングって絶対やんないよ。やったらすぐ消えるもん。そうね。こっち側にはやらないね。凝ってるよね。グリップのタイヤ履かなければ、下足はそうはいかないでしょう。こんなに分厚いと。これグリップのタイヤつけて走るんだ、私ぐらいかな。危ないね。やってみたいな。でもね、いろいろと今後の楽しみがある車ですね。じゃあ皆さん一緒に楽しみましょう。僕たちも楽しみましょう。はい。